にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第7話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。なめるなよ北。ブレるなよ。誰これ。中央をなめるなよ。会長、中央をブレるなよ。ガンダムファイトパロ。うららちゃんは別だ。字幕だと中央をなめるなよ。分かってないな。舐めてるのはお前だよ。ウマ娘のプリティ要素どこに行った。タイトル読めよ。そんなもんないぞ。後に仲良くアイススケートをします。そもそもウマ娘界でクラシック登録は誰がするものなの？リアルでも本当に覆せてれば春に勘はおぐりだったろう。実際ぶっ壊されるんだが。マイルチャンピオン、ジャパンカップ連投とか鬼畜すぎるよな。勝ち込み、勝ち込んだよな。この実況の人、一体作中で何年実況やってんだよ。リタン。余計なことを。リターン。かわいい。リターン。ワロタ。かわいい。叩きつけんな。簡単おぐり好き。東京まで走っていけよ。マーチも一緒にいる。マーチ仲良くやってんじゃん。マーチのプリティに。笠松ってどこだっけ？岐阜県。レースで勝利を重ねれば東京に行く金くらいすぐに貯まるだろう。ちなみにレース場にお金を支払えばレース名は自分で決めることができる。友人が結婚の記念の時にやってたな。こっちの世界のジョイフリーことジョイフルは安くて美味しいからな。でも都内には少ない。ごっついのいるからえなりワンかと思ったわ。稲荷湾は小柄な馬だ。凶暴だけど。アニメシングレから馬始めてくれる新規いるかな？漫画読み直してたらまだこの話3巻に入ったところだったわ。19巻まで出てるとか何してるんだよ。オープニングいろいろ変化あったな。オープニング映像やっぱり変えてきたな。オープニングからマッチの例ウマーツがとか思ってたらショートカット絶対可愛いやつ。オープニングからマーチリストラかと思ったらショートヘアマーチ来た。怪物の顔になった。こっちで走ってないのにもう人気2位なのか。今日は見たかった絵が見れたよ。こんないいとこで1週間お預けは辛すぎる。マーチ可愛くなりすぎ。マーチも混ざってるのが面白い。シーファーとおもろいやんけ。オグリというライバル視してた存在がいなくなったマーチが孤独になっちゃうんじゃなくてちゃんと友達できてるのよいよね。そういうフォローがあるのいいと思う。そういうの一切なかったら後の出番とか本当に辛すぎるもんなマッチ。笠松組かわよ。マーチ毒素抜けた。毒は会長が全部持っていった。マーチはこの先怖い顔しないいい子よ。プリティを得たのか。中央をなめるな。この会長がどうやってあんなダジャレキャラになるんだ。シンデレラグレイの作画というかキャラデザイナー、こういうのが好きだわ。うららちゃんは別だ。じゃなかった。中央をなめるなよが字幕だとなめるなよになってるのは残念やな。単位に生ためとか無駄遣い感が。北原まだ出番あった。動くちよちゃんが見れたから満足です。今回も面白かった。オグリの可愛さが普段比3割増しくらいあったな。いややっぱおもろいわ。このペースだと5巻ぐらいまで行くのかな。小野坂あかんかったか。あんだけオグリ語ってたのに小西と。ストーリーは原作通りだけど細かい描写が増えてたな。通過し小さはやっぱ美しいべ。ああ見えてオグリとルドルフは別世界線でスケートのペアを組むくらいの仲だからな。あの PV は黒歴史9アルフェーブルと9ディープだったのにね。その後に出したゲーム画面もやばかったけど。マーチの前振りが丁寧でゾクゾクしました。何言ってるかわからんから字幕で確認しようとしたら一斉に喋るで芝生えた。オグリがゲート入るところの空気感すごい良かったな。丁寧だテレビアニメなのに原作読んでるからやえのに注目してしまう。中央に入ってからずっと一緒だったんだな。動きがすごく綺麗だったね。金があるな。さすが再現。ウマ娘のゲームやアニメにはあまりハマれなかったが、シンデレラグレイは面白いな。北原が準主人公かと思ってたが、
ベルノが準主人公だったのか。八重野の空き店はここから始まる。中央のレギュラー陣では一番付き合う仲よな。ところで手綱さんは年々一体いくつなんだ？お前一番触れていけないもん。今後アイキャッチも変わるんだろうか。オープニングに玉や八重野が出てきて一気に強敵感というか、笠松みたいにはいかないって雰囲気がプンプンして鳥肌立ったわ。そして最後のマーチの涙、すごいよかった。笠松組もでなくなるのかと思ったらみんな出てくるみたいで何より。戦闘民族の目だ。ブルンブルンするときは調子がいいんだっけか。さっきオグリがムサカトレーナーのチームの子たちとやった並走って役に立つんか。シングレは駆け引き重要な世界なので、今までのウマ娘アニメとは違うめっちゃ重要。担任の先生は40代です。マジかよ、最高だな。さすがにモブでもスピカは出てこないか。時代が後だからスピカすら枠組みできてない。会長が直々にスカウトしたんだから、そんぐらいやっといてくれよと思っちゃうわ。よその子なんだから無理だろ。中央や業界全体が盛り上がりに欠けるから起爆剤候補を集めようとした一人だったが、ニトロレベルじゃなかったとか誰が予想できようか。大量の業界人までもがノーレベルで焼かれる火薬量なんですけど、笠松も未だに小栗に脳を焼かれたままだし、だってイベントするたびにほぼ満員だし。そもそもクラシック登録の頃は本人たちは東海ダービー出る予定だったんだから、それ以前の問題よ。ロッテイさんもそこまでオグリをしてたら北原にクラシック登録のこと注意してるだろうから、中央での活躍は絶対できるまでで、トップまで行くかどうかの判断はできてないんじゃない？記者が言ってたけど、地方で連勝してるからってクラシックで勝てるわけないだろってのが地方馬の評価だしな。来るかどうかわからない時点で書類審査通れなさそう。結果としてクラシック出れなかったことがドラマになってるから、何から何までできすぎてるな。確かにこういうこと言うと舐めるな言われても仕方ない。会長怖いよ。帝王泣いちゃうよ。だがうららちゃんは別だ。いきなりルドルフに喧嘩売るスタイル。いつも通りのオグリでよかった。マールウルは守ってねって言ってるだけだからな。マーチすっかり取り気になって。マーチちゃん顔変わった。戦闘モード解いただけだから。この後のマーチの軌跡を考えると意味深いシーン。藤正マーチおしゃれ。毎週 C パートで笠松メンバー出して。オグリロスのノルンとしれっとサンバカに混じってるマーチとても良き。ノルンがオグリロスをまだ引きずってて草。いいな。こういう地方の仲間は今って感じの C パート。ゆるゆるナイザはしおりさんボイスたまんね。場に慣れてないマーチに気を使ってるミニ良い子だ。邪悪成分多いけど。コミックの書き下ろしだったな。C パート。今回も良きだった。中央ついたオグリさんの日常楽しいし、新しい仲間さんも個性的でさらに楽しくなりそう。オグリさんのレースへのかける思いとか、お客さんの熱気とかも、すべて感じて走ろうとするところすごく好き。オープニングとエンディングの映像が変わり、早速中央の洗礼を受けまくるけど、持ち前の天然でかわしまくるオグリが可愛い。原作以上にルドルフ会長の圧が凄まじかった。目のハイライト消えてて、これから戦闘始まるんかっていうくらい殺気を感じた。シンボリルドルフに中央を舐めるなよと言われながらも、わかった。ならば実力で覆す。常識もルールもこの足で。と自信を持って生きるオグリキャットが過去一番にかっこよすぎる。編入早々クラシック登録のし忘れで、下積みからのスタート。いきなり大舞台で走るより、小さなところから力を見せつける。加えて中央の芝生になれるには、むしろ良いスタートとも言える。さあ、新たな走りを見せてくれ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。